もう一個は、この今回プロデュースということでリクルの2人が座長として、今回やるにあたって大変だったこととかは何かありますか？そうですね。やっぱりそうですね、そうだね。やっぱりもちろん自分たちが全て決めたわけじゃないんですけど、ディレクターのケイトリンさんとミチさん皆さんで相談しながらオーダーなどを考えていったんですけど、例えばここに配置してしまうと早着替えがあまりにも大変だよねっていう、あとは出過ぎじゃないかみたいな、そういうのをいろいろ何回も何回もミーティングさせていただいて、とにかくその相性でその怪我のないように無理のないように、そして最後に楽しんでいただけるように、この相性に出てよかったらまた来たいなって思っていただけるような、そういった相性にしたいねっていう話を常にしてきたので、それをずっと考えて何回もその付箋に名前を書いて貼り付けて、ここのオーダーはどうだ、ここはどうだっていうのを何回もやってきました。私もそうですね。やっぱりどうしても早着替えの子たちが出てきてしまうので、実際私たちもそうなんですけど、そういった部分をいかに私たちがプロデュースしている側として、ちゃんとみんなに気にかけたりとか、そういったこともアドバイスもいただけたので、そういうことをこの次の3日間頑張ってやっていきたいと思います。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。他にご質問お願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございます。字幕の最後の各スケーターが来てハイライトをつけていく中でユーネバーのガロン選ばれてましたけど、そこを選ばれた理由っていうのをちょっと教えていただけますか？そうですね。やっぱり一番最初にワールドチャンピオンになった時のプログラムっていうのもありますし、やっぱりザ・デスティニーのこのロゴのこの青と金も私たちのゆるネバの青と金の衣装から来ているので、やっぱりすごく思い入れのあるプログラムだったので、今回はそちらになりました。本当にもちろん思い入れのあるプログラムっていうのはたくさんあるんですけど、その中でもゆるネバっていうのは自分たちにとって初めて世界チャンピオンになった時のプログラムでしたので、本当は去年のオリンピックシーズンでゆるネバに戻すかっていうアイデアも出ていたので、もう一度何か皆様の前で披露できたらいいなっていう思いが持っていたので、今回プログラムを滑らさせていただくことになりました。ありがとうございます。お時間の関係で次の質問を最後にさせていただきます。緑の今の質問の続きになっちゃうかもしれないんですけれど、その久々に滑ってみて何か思い出す2人のシーンがあったりとか、ちょっと思い出を振り返って語り合ったみたいなこととか。いやなんか2人では話してないんですけど、滑りながら競技用のステップなので、もちろん IC はルールは違うかもしれないんですけど、滑っていた当時にこのループのエッジが飛んでいるから気をつけなさいっていうことを先生によく注意されていたなっていうことも思い出しましたし、クラスターの最後の出口のアウトサイドのしっかりのライン、そこレベル落とすよっていうのを常に言われてきたので、滑りながらちょっとそこは思い出して懐かしいなっていう思いはありました。私はそうですね、やっぱり最後の世界選手権のショートプログラムがすごく残っていて、なんか懐かしいなっていう、そういった気持ちになりました。また今オリンピックが終わってでまたこの曲で滑らせていただけたことも、そういう機会をくださったことにも本当にすごく感謝しています。すみません、最後にこのデスティニーっていうタイトルをつけた理由と思いと、このロゴのところ、あそこで最後のシーンを入れてると思うんですけど、それを入れたくないな。デスティニー、やっぱり運命っていった言葉をどうしても入れたかったので、たくさんデスティニーなんちゃらとかは候補をいただいていたんですけど、その中でもやっぱりザ・デスティニーが自分たちに一番しっくりくる名前だなと思ったので、そちらになりました。ロゴはどうだっけ？最初はリフトだったり違ったそのデザインもあったんですけど、やっぱり今回ミラノの一番印象的なシーンの最後のグラデーターの最後のポーズをロゴに
なんとか入れたいねっていう話が2人でもいたので、そこでデザインを出していただいて、何度もこれもデザインも結構いろいろ2人で、まあ全員か、何度もここの色をちょっと変えていただこうみたいな思います。大丈こだわりが詰まってます。ありがとうございます。ではフォトセッションに移らせていただきます。まず手前のスチールのカメラで撮影した後ろのムービーのカメラになります。マイクちっちゃ短くしてね。おお。お願いします。ちょっと手振っていただいていいですか。あ、そうですね。そのカメラもください。はい、ありがとうございます。こっちもお願いします。ありがとうございます。そのままこちらお願いします。こちらです。ありがとうございます。ちょっと隣もこちらもお願いします。はい。もう少しですか。ありがとうございます。じゃあそのままセンターからこっち行ってもらいます。すみません。じゃあこの辺りください。すみません。お願いします。センター気味です。はい。笑顔でください。ありがとうございます。どうぞ。こちらお願いします。ありがとうございます。ここもお願いします。ありがとうございます。その上お願いします。ありがとうございます。こちら大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ後ろムービーのカメラの方にお願いいたします。センターのところ。あっち。初プロデュース公演というインタビューの奥に見えた陸流の変わらない素顔。これからの第2章もきっとこの温かい笑顔のまま続いていきますね。この動画は世界中の陸流ファンへ33言語の字幕付きでお届けしています。こんなコメントもいただきました。素晴らしい魅力あふれるデュオ、陸流さん、おめでとうございます。あなたたちの素晴らしいパフォーマンスを見るのが止まりません。動画もとても気に入りました。ポルトガル語の字幕もありがとうございます。コメント欄でも世界中の陸流ファンの皆さんが温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひこのチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。